レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだケンタ兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれるボインボイン兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。ボインボイン兄ちゃん。寒い。いや、もう手がもうかじかんできた。いや、こんな日にキャンプなんてするんじゃなかったよ。でもなんか兄ちゃんがなんか最強暖房器具を持ってきてくれるらしいから、一旦それまで我慢するか。おい陽介。お兄ちゃん、あれ持ってきてよ。その寒すぎるよから暖房器具言ってたあれ。ほらお前これだよ。お前待ってろ、お前行くぞ。ほら何これ。お前見りゃわかんだろ、お前マグマだよ。お前今日の朝空輸してもらったばっかだからグッツグツだぞお前。ストーブとかでしょ。男は黙ってマグマだろお前。マグマもこんなもんマグマも冷えちゃったらあったかくないし、こんな危ないよ。危なくねえよお前。危ないよ。ほら見ろ、手突っ込んでるお前。こんなもんだお前。危ないよ。溶けちゃうよ。もういいよ、掛け声教えてよ。掛け声聞いたらもう帰るよ。もう来いぞお前。もう最近まあしゃあねえな。まあでもこのままいると確かになお前、風邪ひくよなこれ。早く帰るかよ。掛け声早く。じゃあ教えてやろうかな。今日の掛け声はこれだ。あうういえあいあうういえあい。よかったか。これで番組勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくでお前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。寒すぎて生ぬるい風呂、むしろ暑い。スパイエアマサラカマサラカそれ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカスパイエアのマサラカ。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイエアのバサラカをお送りしていきます。はい。いや長くしたね。だいぶ長くしたよ。寒すぎて合ってるでしょ。寒すぎては合ってた。合ってるおおって思ったらさ倍ぐらいになってたけど寒すぎて体硬い。はい。うわー、そういうことね。いやまあ体硬くなりますよね。ね、はい、そうなんです。日付変わって1月25日は、ね、日本最低気温の日らしいです。今から124年前の1902年1月25日、北海道旭川市で氷点下41度を観測しました。この観測が日本最低気温の公式記録となったことにちなんで、記念日として制定されました。そうなんだ。これさ、マイナスって何度まで測れるんだろうね。あ、ほら273、あ、絶対0度、絶対0度がそのマイナス273、なるほどね。って考えるとまあまああったかいよね。じゃあ気温計ってさ、気温計は分かんないな。昔からそのぐらいまで測れる高精度のものがあったって。いやないでしょ。気温計はないんじゃない。じゃあさ、この1902年のさ、マイナス41度って結構アバウトなんじゃない。アバウトというか多分その室温計ができてからの話だろうね。それより前に関してはもっと言ってた可能性もあるけど、で1902年からあるんだ。まあだってまあでもそうか、1900年には出たってことだね。明治とかでしょ。でも水銀のやつなのかな、もうこの辺からちゃんとってなったら割とさ、それなんかいやすごいね。そう考えるとね、マイナスまでいけないか。マイナスなんか科学のお話になってる。もう寒すぎて、そこでになった。いやまあいいかとはなってないと思ういやこれわかんないけど、寒いからマイナス41度でいいかみたいな。いやそう気になるわ、そこ。確かにね。歴史の話になってくるね。すごい。温度計1592年からあんの。ガリレオ・ガリレイ。改良を重ねていったんだ、その後。いやでも確かにその1590年代からある400年ぐらい経ってる。すげえ歴史長いじゃん。いやめちゃめちゃ精度高いよ。じゃあ多分なのかな。じゃあ今って割とじゃあ進化してないんだね、気温計みたいな。まあそうね。だからそれがその精度自体はなんていうの、こう飛躍的に何か伸びたっていうのはないかもしれないけど、その温度計が要はさ、
それまでは多分特定の場所にこう特定のものを置いて測らなきゃいけなかったものが今はその時計についてたりさ、そうだね。そのいろんな応用が効くようになったって感じじゃない。はあはあはだから要は車のさあ。外気が見れたりもするよね今ね、うんああいうのにこうつけることができるようになったなるほど。みたいなことなんじゃない、はいはい。多分。そういうことだよね。そうそう、デジタルでちゃんと表記できるようになったっていう。ね。いやすごいいや話。すごい。うん。で今週がその最長寒波襲来中らしい。あ今週ね。今季最長の寒波。寒いからね普通に。寒い。で外出るときどんな格好しますかって。まあ見てもらえば分かるんですけど、もう基本半袖に僕は上にあったかいの。うん。いや俺もだから本当にロンティーか、長袖のまあスウェット、まあ、下はでその下は本当タンクトップの肌着にダウン、結構着るね。最低3枚か。3枚かな。だってそれが一番なんかあったかいんでしょ。まあダウンの下って着込むと寒くなるんでしょ。なんていうの、隙間を作るとね、空気が入るから。それを最近知った。そうそうだ、俺の今日着てるダウンとかはもう腕が入んないもん。半袖じゃないともうピチーってこうひっつくから半袖以外無理。だからそれぐらいかな。だからね着込みすぎないよ日本人。わかる。でそれでやっぱ体温調整難しくなって風邪ひくよね。そう風邪ひくから。意外と冬は薄着でいいんですよ。そうもうちょっと自分の体に鞭打っていただかないと健康になっていきましょう。健康、そんな健康になったからできた振り替え公演の感想が。いやそうですよ。はい、ありがとうございます。ラジオネームむこさん、ありがとうございます。こんばんは。バディツアーファイナルお疲れ様でした。ありがとうございました。興奮冷めやらぬままメッセージを送らせていただきます。私は6月7日、元の日程ね、チケットを取れていたものの、そのままの開催であれば諸事情で参戦を断然せざるを得ない状況でした。陽介さんはじめ皆さんが大変だった中ではありますが、延期されてこそ行けたライブだったと思っています。中止ではなく延期を選んでくださったスパイア関係者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。もちろんです。迎えた当日、いつもはスタンディングな中2回指定席で申し込んでいた私の席は、実質最前列のど真ん中でした。すごい。視界良好で、特にサムライハートのタオル回しはこんなに綺麗なのかと圧巻でした。リバースの手の揃い方、レイジオブダストのオラオラ感もとにかく全てが最高でした。2月3月からのツアーアルバムもとても楽しみにしています。本当にお疲れ様でした。いやありがとうございました。こっちのパターンもいたんだね。じゃあ当日それこそスタッフ側でさ写真撮ってくれてたカメラマンさんも、言ってたね、通常日程だったら入れなかったけど、延期だったから写真撮れるようになったって言ってたり、まあそのパターンもあるにせよ、まあでもねやっぱり延期してしまったっていうのはね、申し訳なかったとは思うんですけど、本当不幸中の幸いというか、いやまあそうだね、向こうさんは来られるようになったということですね。よかったです、本当にやれてよかったですね。いや本当にありがとうございます。皆さんにも今後迷惑をおかけしましたが、なんとか開催できました。ありがとうございます。ありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp、 もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでバディでした。ここでスパイアのバサラカからお知らせです。2024年8月からお送りしてきたスパイアのバサラカ、いろいろな方の応援のおかげで毎週楽しくお送りしてこれました。本当にありがとうございます。そんな中、このタイミングで皆さんにこんなお知らせをするのは大変心苦しいんですが、発表させてください。来週1月31日のスパイアのバサラカ、生放送でお送りします。よいしょいや鼻水出たわ今じゃあさ、いや台本にね書いてあるからねもうさね曲を紹介してさここでバサラカのお知らせですの後にさちゃんとさ悲しい BGM って書いてあってさ生放送でお送りしますのに明るい BGM ってさもうねこのなんだろう、この茶番なんだったっていや生放送ですね。はい、来週バサラカ生放送です。来週の生放送では今月1月分の実況大賞の発表を行います。
今日の放送に対しての実況も審査対象になるので、ぜひハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。お願いします。そしてせっかくの生放送ということで、リスナーの皆さんと生でやり取りをしたいので、はい、テーマを設けてメッセージを募集したいと思います。いいですね。テーマはズバリバレンタイン。バレンタイン近いですね。ね、はい、ビッグイベント。皆さんからは、まあ思い出に残ってるバレンタインとか、はい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 、まあこのチョコがうまいとか、おすすめチョコね、いいね。バレンタインのまあ相談ね。はいはい。これ、ね、生電話いけんのかな。いいね、わかんない。でも時間的にいけるならやりましょうよね。まあ自分用に買う人のもいると思うから、その人のおすすめのチョコとかね、ぜひぜひいろいろ聞いていきたいなと思うんですが、なんかあるそのバレンタインの思い出。バレンタインなんか前話したけど、なんかまあ小学校の頃は、本当本命の子からちゃんと本命もらったけど、照れくさくて、チロルチョコ返しちゃったって話はあるけど、ホワイトデーに。そう。でもちゃんと返したのは偉いな。でもなんか最近は本当にあれだよね、うまいチョコを見つけるっていうだけになってる。自分が、なんかなんかあんまり俺チョコ普段買わないから、まあそうね、甘いの好きじゃないね。だから、まあ、このタイミングぐらいはなんかチョコレート屋さんにさ、もうさ気合い入れてるじゃん。そうね、だから自分の知らなかったチョコレート屋がさ、こう顔を出すようになるもんね、いっぱい。だからね、俺めちゃくちゃこの間買ってうまって思ったのが、あるんすか？なんすか？便器。へえ、なんか聞いたことあるぞそれ。便器の、まあ多分ねイタリアのチョコかな。どっかのあれに入ってるな、多分。アウトレット入ってるよね。俺木更津のアウトレット行った時にアイス食いてえなと思って、食った俺。そこジェラートも置いて、でチョコがバーってでもうほんと袋詰めで好きなのもやれるし、まあもうまとめてやるやつもあるし、俺ソフトクリームみたいにしてもらって食ってよ。ジェラートでしょ。ジェラート、あれがめちゃくちゃうまくて、うまかった。すげえうまかったわ。まあそれでこのタイミングでチョコ買って帰ったんだから。チョコも美味しいんだやっぱ。マジでうまい。本当にうまいチョコはやっぱ甘すぎないから。まあそうね、確かにちゃんと苦味もあって、で甘さもさ砂糖のうわーってなる甘みじゃなくて、口に残る甘みじゃないやつね。そう、ちゃんとそのミルクだったりとかの甘みがこうギュッとあれされてるわけだから、もちろん砂糖は絶対入ってるんだけど、それが俺は美味しかった。だから今までだからそれこそさ、まあそういうチョコってまあ大体ゴディバだろとか、あとリンツとかねしかないのかなと思ってたけど、この便器めっちゃいいなと思って。でも確かに便器じゃないよ、便器で。俺はねずっとねそれで覚えてた。なんかこう便器、そうこれは日本人結構大変だぞみたいな。で何のお店なんだろうと思って行ったら、そのチョコレート屋でジェラート売ってたから、ジェラート美味しそうと思って食べたらめっちゃ美味しくて、それで覚えてたわ。確かにあそこ美味しいね。そう美味しいんで、まあこういう話をね、話だったり、あとまあ普通にスーパーで売ってるチョコをさ、みんなやっぱこう使って溶かしてさ、手作りにする人もいるわけ。手作りチョコね、ありますね。そういう話とかも聞きたいね。そうですね。それを好きな人に送るね、その甘酸っぱいエピソードなんかが聞けたらいいなって思います。全部カットだね今ね。メッセージは今から受付中です。皆さんのバレンタインの話を教えてください。メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@fm福岡.jp。もう一回FM ってなんだよ。バサラカ@fm福岡.jp、 basaraka@fm福岡.jp。それでは来週の生放送お楽しみに。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイエアでオレンジでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩み届いてます。ラジオネームもち銀着さん、ありがとうございます。健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。私は春から県外の大学に進学するのですが、そこで一つ大きな問題があるんです。それは、G の倒し方がわからないということです。
というのも私が生まれ育った県には G が出ないため、人生で一度も生で見たことがないのです。G の対処方法や防ぎ方などがあればぜひ教えてください。 G いない県とかあんだ。あるよ。だって北海道とか北の国はいないからね。寒いから。そう、寒いから。あ、そうなんだ。そうだから向こうの人は意外とG が出た時に、何これっつってパッて持ってたりするっていうね。それ怖いな。だからやっぱG の存在がやっぱネットで広がっちゃったから、今の人たちは無理かもしれないけど、なんか昔の人たちは割とこっちで出ると何この生き物っつってパッて持ってたっていう話をよく聞きましたけどね。そうなんだ。G の倒し方ね。でも G が出ないとこに住むしかないよ。でもないじゃん。もうないよ、ほぼ。マジ G は出るよ基本で。俺引っ越し東京来てから家で一回も出たことないよ。あ、でも上の方だったじゃん、まずそもそも、最初住んでたのって、上の方は出にくいのやっぱ、でも飲食店入ってたりとかコンビニだったりとか、そういうのがやっぱ1階にあって店舗が、その上のマンションとか、それは聞く。そうになるとやっぱ出ちゃうし、だからそれは知ってたから避けたもん。偉い。だから飲食店が多い、そのビル群の隣のマンションとかは避けるようにしてたな。そうだから特に東京になるともう基本そんなビルばっかになっちゃうじゃん。東京ネズミが多いね。ネズミが多い。しかもバカでかくね。でかい。めっちゃでかいのよ。ちょっとタヌキかと思う。でっかみたいな。わかる。ネズミはね、俺よく見てたよ。前住んでたあそことか。あの辺も飲食多いもんね。だからネズミはよく見てたわ。そう、ネズミはいるんだよ。あとハクビシンね。何それ？猫でもないタヌキでもない、細長い体をした影が通ったらそれはハクビシンです。それはね、本当にいる動物？いる。ハクビシンっていうのがいるんだけど、東京多いなと思うね。だから G の対処はね、でもゴキジェット持っときゃいいっしょ。まあそうだし、出ちゃったら、もう叩くなんかで一番早い。その学生さんとかだったらさ、教科書の捨てる教科書とかさ、なんかちょっとくるって丸めたら棒になりそうなものを自分でまずここにあるって認識を持っとく。でこれよくさ、こう叩いて潰れちゃった時に汚いから嫌だっていう人多いんだけど、時間の無駄だよって思うわけ。その汚かったらさ、死んでるから G は、そこを掃除するだけでいいじゃん。まあね。で動かないから、その自分の手につかないようにどんだけでもこう自分の手を保護して捕まえられるけど、それを躊躇して、どうしよう、どうやってこいつ倒そうって思ってる間にゴキは逃げるわけじゃん。そうだね。見失った時、よく考えてって寝る時に、またね、恐怖が襲ってきたらどうすんのってそれ考えるなら、もう手っ取り早く汚かろうがなんだろうが、なんか叩けるもんでパン叩いて、うわ汚ねえ上って言いながら掃除する方がマシだよって思う。確かにね。それが一番早いよ、ゴキは。そうしよう。叩く。それしか叩くしかない。確かにね、スプレーとかでバーってかけても結局ね、最初の方はさ、あいつら最後の力で逃げ回るから、逃げ回るでね、後々さ、意外とそれで生き延びたりするじゃん。そうしてる。でさらに言うと、スプレー取りに行ってる間にいなくなることもあるし、やっぱ徐々にスプレーに対する抵抗もついてきてるらしいからね。いや、そういうね、あとね、ゴキブリはね、ゴキブリって言っちゃったわ。 G は、光当てちゃダメで、ちょっと暗いところに出たって思って、ライトとか照らしたら絶対ダメ。そうなんだ。あいつら光に向かって飛んでくるから。俺一回ものすごい失敗したから、それでなんかね、実家の時に、ベランダがあったんだけど、庭みたいなのが、でそこでそれこそつららをね、うちで飼ってる愛犬を実家に連れてった時に、庭でおしっこしたいっつって、おしっこしてたわけ、でそれを待ってたら、上側っていうの、雨よけみたいなところにゴキが見えたわけ。ふわーってでっかっと思ってでなんかなんつうんだろうな、俺はもう中に温風が入らないために窓を閉めてた状態、で外にいたの俺も、でもなんかそのまま中に入ると、こう家の中に入りそうなこう殺気を放ってたわけ。入るぞみたいな。いやこれどうしようと思って、でそれこそスプレーが手元にあったからスプレー持って、でこう夜だったから見えなかったのね、なんか黒い影はあるけどどこにいるのか分かんないみたいな。でそれ携帯のライトパッて出したわけ、出した瞬間よ、もうあいつらさ、
ふわって広げた瞬間羽をうんめっちゃでかくなるわけ。そうだね。だからそう 2,3 倍の大きさになるよね、羽を。それがうん俺大体ライト出す時ってこう顔の前とかにするじゃん。そいつを見たいから、こうやねうんそこ向かって飛んできてさ目の前にあの巨体がブワーってきてで俺のおでこをちょっとかすめてったわけ俺初めてかもヒャーって言ったのこいつらうん飛べるんだと思って、飛べるよねそうだって羽あるって、そうそうでいろいろ調べたらあいつら上には飛べないらしいの。前でしょ。そう前でさらに加工するからあ上から下に飛ぶうんうん、ことはできるから下から上はいけないんだ。いけないらしいの、はいはいはいだから上にいる時はもうあいつらは光を見たらそこめがけてくるからうんうん絶対に上にいるゴキブリは照らしちゃダメって書いてあなるった。ほどね。それ身をも光るってボールとかポッて投げたり。あそっち行くね多分ねそうあいつらその間にでも手元で光ってるところ先に来られたらもう終わりだからね。そうかそうそうそう何の話か分からないけど叩く叩くしかないです。しかないです。はいはいということで、はい番組では、皆さんからのお悩み募集しております、はい小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますのでキーワードを送ってみてください、はい皆さんからのお悩みお待ちしております、はいスパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでキルザノイズです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです、はいよメッセージもいただいてますよ、はいラジオネームホリシャンさん、ありがとうございます、健太さんよすけくんバディツアーファイナルゼップ羽田お疲れ様でした。ありがとうございます。陽介くんがネクタイを緩める瞬間を見ることができて思わずニヤニヤ、健太さんの裸にふんどしとネクタイは見られなくて残念でしたけど、いや想像のあれじゃないのよこれもう俺がやったみたいになってるわそれ。帰り道ジャンプしすぎたせいか足元がふわふわして階段踏み外しそうになりました、次のツアーまでに足腰鍛え直してきます。お願いしますということではい次もねありがとうございますツアーがツアーは発表してたけど、そうですね。細かいところはねはい発表してなかったんですが、まずキルザノイズですね、はいこちらがテレビアニメ勇者系に処すの主題歌、現在配信中です。はいそれを踏まえての、うんライブハウスツアー、はいそし、て、3月18日に、うんニューアルバム「リバース」リリース決定です、はいよろしくお願いします。そのアルバムを引っ提げてホールツアー、そうですね。はい福岡はなのでリバースツアーですね、はいスパイアツアー2026リバース福岡公演は4月5日日曜福岡市民ホール大ホールです。よろしくお願いします。そして来週は生放送、はい実況大賞の発表や、バレンタインのねメールの募集もしているのでぜひ参加してください、よろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。